お庭を室内に作りたいっていうことも一つあって、京都の龍安寺石庭っていう結構有名なお庭があるんですけども、あれをモチーフにして素材的にこれコロコロコミックっていう漫画を僕すごい世代なんで思い入れが強いんですけど。今回のピックアップアーティストは門文平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。身近な材料で椅子やナイフといった日常的なものを作り、それらを組み合わせ、そのもの本来の意味や用途を意図的にずらし、新たな意味を生み出す点が特徴的です。昨年にはメインの素材としてボルダリングのホールドを用い、枯山水をモチーフとした庭園芸術を表現した作品が三和カンパニーアートアワード2020でグランプリを受賞しました。またフランスの美術評論家クレリア・チェルニックにより、現代社会における見えない矛盾や不条理を明らかにすると評され、アートが果たす社会の役割の一例として海外でも評価を集めています。昔のっていうか今でもあるのかもしれないですけどね、木彫りの熊って言ったらもう、日常的にあるもので、そこから芽が生えてるっていうどういうイメージでこれは作られたものなんですか？熊に限らず、もう人が使わなくなった木製品、椅子とか、机とか何でもいいんですけど、でそういうものって木が切り倒されて、で人に使われるために加工されたんですけど、その後もういらないとか壊れたとかでいらないってなった時に、もう本当捨てられる運命にあるんなら、もう一回木に逆に物が再生しようっていうようなイメージ。なるほど、再生していく、木に戻ろうっていうようなイメージのもので、これはどこまでがその門さんの作品になってるんですか？木彫りの熊自体は僕は作ってなくて、本当に大体は北海道から来るんですけど北海道で作られたものを、いろんな形で、例えば骨董品やとか、それこそネットのオークションとか、そういうものも利用するんですけど、もう本当に不要だっていうことでいろいろ出品したり、されてるものを集めて、で僕はこの先っぽの目の部分を制作している形です。でこの東京タワーが、インベーダーを撃ち落とすっていう、東京タワーももう、今は使われるものではなくなっている存在が、やっぱりなんかただの建物っていうよりは、なんか本当に東京というか、日本というかを象徴する何か一つのシンボルだっていうふうに見えて、特に夜なんか本当にライトアップされてるんですけど、夜空に立ってる姿がなんか未知のものに対して何か国を守ってるとか、その土地を守ってるようなイメージで作ったものなんですけど、だから実動してないのにライトアップされて、やっぱり今でも親しみを込められてるってことが、なんかやっぱり何かがあるんだろうっていうところがちょっと魅力だなと思いますけどね。本来はこういう組み合わせのその元になるものもご自身で制作してらっしゃるっていう。そうですね。もし自分のイメージぴったりのものが落ちてたりどっかにあったら別に作んなくてもいいと思ってるんですけど、なかなかやっぱりそういうものって存在しないんで、本当に一から作ることもありますし、なんかそのイメージに近いものをどっかから持ってきて、さらにちょっと加工してあげるとかっていうことを結構やってますね。そのボルダリングのホールドと枯山水というものが組み合わさってるっていう、これはどういう着想？もともと他のものの組み合わせもなんかを作ろうと思って頭の中で2ついきなりくっつけるんじゃなくて、もともとなんかずっと気になる存在っていうか、これは単純に見て面白いなとか、そういうものが何個かあって、でまた違う情報が入ってきた時に、なんかそれがミックスしたら作品になるんじゃないかっていう瞬間があって、で、この作品が生まれたきっかけは、去年その三和カンパニーさんっていうインテリアなどのショールームをお持ちの会社のアートコンペがありまして、壁面と、ちょっとした床面で、本当に室内空間ですね、住居空間の中で現代美術を何か提案できないかっていうコンペに応募して、
壁面で何かできないかなと考えた時に、お庭を室内に作りたいっていうことも一つあって、壁で庭を作るっていう発想にちょっと、しかも立体的そうなんですなっていうね。ね。でそうなった時に、なんか植物とかの、そういうものはあるので、なんか違う形っていう、なんかその辺の、自分の中の、一つ一つのアイデアの時に、これホールドでやっぱ枯山水も疑似的なというか、人が置いた岩で無限の宇宙というか、広いお庭の空間を見せる、狭いとこでも見せるっていうのがなんかすごいぴったりくるテーマかなと思いまして、それで枯山水のお庭をボルダリングのホールドで、これはちょっと違いますけど、その時は京都の龍安寺石庭っていう結構有名なお庭があるんですけども、あれをモチーフにして、この正面の後ろの方にある、これがその時に制作したもので、そこからちょっといろいろ派生して、このボルダリングのシリーズを作りました。このなんていうか、世間に対するというか、世界に対するその視点っていうのはどっから来てるんですか？どういう思いで世界を見てるんですかっていう。普通にというか、生きていってる中でのいろいろな発見とかを作品にしていくってとこが、すごく多いので、おのずとなんかやっぱりいろんなニュースを目にするとか、自分が本当些細なことでもなんかちょっとこれはもうこうした方がいいなとか、本当そういうことの積み重ねがなんか重なってできてるんじゃないかな。そんなに大それて世界をどうのこうのってことではなくて本当なんかスーパー行って帰りにこんなのもうちょっとこういうパッケージにすればいいのになとか、そういう程度のことかもしれないんですけど、でもなんか結局全部つながってくるというか、これはまた、ちょっと違う作品なんですが、素材的にこれコロコロコミックっていう漫画なんですよね。僕すごい世代なんで思い入れが強いんですけど、で今だとちょっとダメだろっていうような漫画も結構下品とか、いろいろあるんですけど、まだ結構おおらかな時代で、なんかすごい今見ても面白いなっていう。なんか今のこういうことを作る、原点っていうと大げさかもしれないですけど、なんかああいうことを見といてよかったなっていうような、そういう知識の積層というか、自分の中のその知識をコロコロなるままにっていうコロコロなるままに山寺っていうタイトルなんですけど、お寺をモチーフに作った。面白いそのタイトル。雑誌のゴミの日に積み重なってるのを見て、なんかこれだなと思って、雑誌の堆積してるとか、なんかあれがすごい地層というか岩みたいに見えた時に、これは面白いなと思って。これからこういう作品を踏まえてどういうふうにこう展開していきたいみたいな野望は。でも何回かいろんな、例えば芸術祭とか、そういう、ホワイトキューブと呼ばれるギャラリーとかで物を一個一個作るってこと以外も何度か経験させてもらってるんですけども、一個一個ももちろん作るんですが、全体としてなんか本当にそこに入った人が何かを経験するみたいな場みたいなものを、これからもちょっと作りたいなということで、じゃあ本日は以上になります。本当にありがとうございました。ありがとうございました。門文平さんの作品はミートやアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてください。以上、ピックアップアーティストでした。門さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。